今回は2024年4月24日アップデートのパッチノートを見ていきます。アップで前までわからなかった細かな情報が書かれています。上から順に一つずつ確認していきます。またアップで前に判明していた情報など、こちらの動画ではあまり掘り下げないところもありますので、そちらは以前投稿した動画をご視聴いただければ幸いです。それでは早速見ていきましょう。まずは新クラスであるビートパフォーマーの追加です。バフや回復主体のサポートクラスで、アンプを使用して戦えます。アンプの設置で画面用意しやすいですが、基本的に爽快感あって楽しいですね。今後も何かしら動画にしたいところです。次にクラス調整についてです。各クラスでタクティカルスキルが調整されました。盾のイージスファイターは、フォートレスとシールドダッシュです。どちらも使用感や財力が情報修正されました。弓のブラストアーチャーは、スタンピードアローとハンタースピリットです。スタンピードはアルファとベータの効果が強化、ハンスキはキュアの CT 短縮です。杖のスペルキャスターは、アイスシャードとサンダーマインです。アイスシャードは吹き飛ばしかなくなりひるみ効果へ変更。サンダーマインは攻撃範囲の拡大がされました。弾のヘビスマッシャーは、アンカーダイブ、ストライクフォール、ヘビスナイトの3スキルが情報修正されました。槍のブリッツランサーは、アッパーダンスとスラストボルトです。アッパーダンスに3刻印同時発同時に追加刻印付与と、スラストボルトがかなり強化されました。個人的には杖と槍が今回、結構良いバフをもらったなと感じましたね。斧のスキル調整は今回なしです。属性バーストにおけるフィニッシュ時のダメージも調整されました。氷と土はフィニッシュ時に最大バーストレベルで、最大 HP の 10% から情報修正され、25% のダメージになりました。雷、光、闇は最大バーストフィニッシュ時に HP15% から 20% へと情報修正されました。非属性がダメージでずば抜けていったので、今回はダメージに関して属性間の調整が来ましたね。ただ非属性が属性やられの効果なども合わせて、最もダメージを与えられることには変わりないです。ですが氷や土は特に、バーストのフィニッシュダメージが大きく上昇されましたので、今後は氷や土でバーストしても問題なさそうです。これにより、今後のミッション攻略では、弱点属性の武器を厳選する重要性が高まりました。つまり効率を求めるならミッションごとに、弱点となる属性武器を最大強化して用意してねというわけです。大体は一つ前のミッションがその次のミッションに対して、有利となる武器がドロップ報酬に設定されています。このことも覚えておくと良いかも。クエストの追加です。大体いつものやつです。アドベンチャーボードは後で動画にします。機能の追加です。マッチングサポート機能です。毎朝4時更新で、回復する回数は3回分でした。上限は5回分までなので、毎日サポート特典を受け取る必要があります。現状のバージョンだとこの10個のミッションからランダムで選ばれるようです。レイクリッドから巨頭までの追加調査のみですね。ただマッチングサポートは、冒険者ランク3以上で解放され、クリア済みミッションからランダムです。今後もアップデでミッションの種類が増えるようです。ミッション中の宝箱が自動回収されるようになりました。道中の宝箱を全部無視して大丈夫です。HUD に状態変化の残り時間がゲージで表示されます。対象は自身とターゲットとなるエネミーだけです。もう少しバフでバフのアイコンに色付けされて見分けがつくと嬉しいです。バフは赤色の奥、デバフは青色の奥、属性ごとに中身に色付けがあったり、ステータス、移動速度計、状態異常計で見分けやすい枠にするとか、HUD に関してはもっと改善の余地はあると思いますね。冒険者カードにカードフレームの追加、アップであとは一つ持っていて、残りは交換所にて GC と交換できます。マイキャラカード、ミッション突入時に表示されるものです。こちらも同様にフレームが設定できるようになりました。ワープ機能がショートカットリングに設定できるようになりました。慣れるまで多少時間はかかりますが、ショートカットリングでよく使うポータルの場所を登録すると、メニューを開かずにワープできて便利です。キーボードだと対応するショートカットキーで直接飛べます。B イマジンの最大限界突破時、パラメータを確認できるようになりました。アイコンにカーソルを合わせる必要があります。元の UI がわかりにくくて、気がつかないと思います。
オプションに項目が追加されました。釣り中のプレイヤーの非表示。他は戦闘エフェクトの表示設定関連です。アップデ後にエフェクトの設定が変更されていると思いますので、ミッション周回などで視認性を重視して、各戦闘エフェクトの設定項目を再度、調整し直してください。個人的には味方のアンプだけを非表示にする項目が欲しいですね。ギターを使うと自分のアンプをよく見失ってしまうんですよね。全くの余談ですが、アンプに対するロックオンの優先度も変えられるようにしてほしいですね。私の場合だとエネミーをロックしてからアンプを置きたい場合、手前にアンプがあるとエネミーへ瞬時にロックできなくて困ります。アンプにロックが吸われて逆に使いづらく感じました。バフアリア神殿内などからワープできるようになりました。なぜワープできなかったのかは謎です。ミッション突入必須クラスレベルが調整されました。今回からは追加調査はレベルシンクより5つ下まで、上級はレベルシンクより2つ下までとなりました。そのためレベル加減で参加して、全くダメージが通らないというような、事故みたいなマッチングは発生しなくなりました。特に上級はレベルシンクから2つ下のレベルまでなので、突入条件がそのまま適正体のレベルと言って良いでしょう。直近に追加された上級を見ても、現在の最大レベルの70が突入条件となりました。レベリングはマッチングサポートで済むため、個人的にはかなり良い調整だと感じましたね。追加されたミッション一覧です。調査と追加調査が1つずつ。EX ラッシュは3段とソロ用の SP です。人数に応じてエネミーの HP と属性蓄積量が変動するように調整。3人での繰り上げマッチングスタートや固定パーティーでの攻略、ソロでの挑戦など HP や属性蓄積の調整がされたので快適性が向上しました。ただ人数が少ないとドロットによるドロップ報酬増加の相乗効果が望めない点、注意です。繰り上げマッチングスタートが上級に適用されます。3人以上かつ1分経過でミッションが開始されます。上級カルトゥームが一度この状況でマッチしましたが、かなり厳しそうでしたが、うまく噛み合わさるとクリアもできそうです。私はその時ボス戦で時間切れになりました。スコアアタックとタイムアタック、いつも通り開催されます。自由探索はこの2つです。西バーンハルトとヤモーレガン賞に追加されました。防衛戦3です。夜マップでした。5月の22日まで開催されます。開催時間です。曜日で開催時間が異なりますので注意です。週末は3回ではなく、1日5回開催されます。場所はアステルリーズでデスクのところにいる人に話しかけることで参加できます。防衛戦での貢献度による報酬が調整されました。私は知りませんでしたが、救護を利用して貢献度を稼ぐ方法が対策されたようです。コンテンツ追加に伴って勲章が追加されてます。記念品交換所にアイテムが追加されました。GC で交換できます。アクセサリーの追加です。B イマジンのレシピとイデアの追加です。マイキャラフレームも新しく追加されました。同様にカードフレームや背景も追加されてます。エクシードフラムも追加されてます。マンスリーイベントはロマンのかけらです。ビートパフォーマーの実装記念キャンペーンも開催中です。レグナスストアが更新されました。シーズンガスの更新です。今期は B イマジンにエイリンズが登場します。PS5 や Xbox で実績が更新されました。トリートシリーズ衣装の一部パーツが分割されました。対象の衣装はこちらです。不具合の修正がされました。今回は不具合修正の数が多いです。一応全部載せますが、口頭で触れるのは一部だけにします。おそらく CS 版の人のシステムメッセージにて、あいうえお、
と表示されていた不具合が修正されました。場所指定の設置型スキルの不具合が修正されたようです。ただ視点が強制的に動く仕様そのものが不便だと感じるのは私だけでしょうか。弧を描くように軌道を見せるなどして、視点は動かない方が私は嬉しいです。バトルビルドのリネームの不具合が修正されました。カラーリングショットのヘッドウェア装備時の表示不具合が修正されました。マットのポータル付きダンジョンアイコンがクエストアイコン表示を隠してしまう不具合が治りました。ミッション中に回線が切断した場合、ミッションに復帰してもパーティーリストにキャラクター名が表示されない不具合が治りました。特定ミッションにて一部エネミーが図鑑に登録やカウントがされない不具合が一部修正されました。一部 G4 や新規のタクティカルスキルにて追加効果のテキストに誤りがあることが修正されました。イージスファイターのウルトゲージが共有されるのは不具合だったようで修正されてしまいました。同名スキルデバフの付与時に高い効果へと上書きされるように修正されました。ミッションと中参加で壁が壊せず進行不可になる不具合が治りました。イージスファイターのシールドチャージとサンライズチャージ、これらの挙動が以前のものへと修正されました。ブラストアーチャーのサジタリウスアルファの着点威力上昇効果がちゃんと反映されるようになりました。ツインストライカーのデスペラードベータ効果の説明が実際のものへ修正されました。スペルキャスターのアイシクルアルファによる余ダメージ増加効果が発揮されるように治りました。オフボードの採取条件で開拓アビリティやリキッドメモリ増加分が反映されるように修正されました。EX/SP パーティーでエネミーが壁をすり抜けて撃破不能になる不具合が治りました。ランパートに特定のトラップがヒットして自分もダメージを受ける不具合が治りました。不具合情報は以上です。今後もさらに不具合が修正されていくと良いですね。最後に25日の夜に追記がありました。マウンドキャラバンの新しい派遣先にびっくりマークがつくようです。これで全てパッチノートを紹介しましたので、今回の動画は以上です。ゲーム内でアップで更新されたものを紹介する動画は後日投稿します。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。